皆さんこんばんは、ミクです。オープニングでいつもと違うヘッドホンをつけているの気づかれた方いらっしゃると思いますが、今週の動画はソニーさんとのタイアップでお送りしていきたいと思います。ソニーのヘッドホンを長年愛用し続けていること、以前から動画を見てくださっている方は知っていただけていると思います。プレイリスト動画やいつもの日常 Vlog で使っているこちらの WH-1000X-M4、そしてこちらの WH-1000X-M5 は彼が日常で愛用しています。私の生活にヘッドホンは欠かせない存在になっていて、今使っているこちらのヘッドホン、これいつ買ったかな、もうほんと台湾に住んでいる頃から使ってるので、もう5年ぐらい経ってるんじゃないかなと思うんですけれども、このヘッドホンまだまだ現役で活躍してくれているので、新しいヘッドホンに買い替える気はなかったのですが、2月下旬から発売予定のソニーの新しいヘッドホンのカラーが可愛いというお話を伺いまして、ソニーさんとのタイアップにて皆さんにも共有していきたいと思います。はい、こちらが2月下旬から発売されるソニーの新商品 WH-1000X-M6 です。開けてみたいと思います。オープン。めっちゃ可愛い。はい、こちらです。これから私の相棒となるヘッドホンのカラーは新色のサンドピンクです。めちゃめちゃ可愛い。くすみピンク。私今年はピンクが気になってるってお話ししたかなと思うんですけど、私の今の気分にドンピシャなカラーがソニーさんから発売されます。もうこれをね見た時ほんと一目惚れしちゃって、もうすでにねヘッドホンあるけどもう一つ欲しいなと思ってこちらゲットしました。派手すぎないくすみピンクがすごく可愛いです。どうですか？なんかだいたいヘッドホンは白とかグレーとかブラックとかいろんなね服に合わせるのでベーシックなカラーのものを選びがちなんですけれども、カラーものでもこれぐらいのくすみカラーならば案外どんな服にも合うと思います。こういう白のニットにもすごく映えるし、なんか柄物の服だったりとか、あとは黒の服にもアクセントとしてつけれるんじゃないかなと思います。個人的にはね動画撮影する時、特にプレイリストなどを撮影する時にこのヘッドホンのくすみピンクのカラーが差し色になって画面映えするんじゃないかなって期待しています。私が今回ご紹介するのはこちらのサンドピンクですが、他にもベーシックなブラックやプラチナシルバー、紺色っぽいミッドナイトブルーもあるので、気になる方はホームページにてカラーバリエーションをチェックしてみてください。でこちら WH-1000X-M6 は前のモデルから機能も進化しているそうで、著名なサウンドエンジニアとの競争で実現した低域から高域までのバランスの取れた高音質や世界最高クラスのノイズキャンセリング、迫力の映画を楽しめるシネマモードなど、日常での音楽映像の視聴体験を存分に楽しめるような設計になっています。私が個人的に嬉しいなと思うのは、スマホやタブレットで見る映画をより迫力のあるサウンドで楽しめるシネマモードです。自分の好きな映画や音楽、好きなアーティストのライブ映像をまるで映画館にいるかのようなサウンドで楽しめるのは、オタク気質な私にとってはもう最高としか言いようがありません。あとはリアルに毎日使っているので、日常で使用していく上で嬉しいなと思ったのが、ノイズキャンセリングオンで40時間、オフの場合では30時間連続で再生できるところです。日常的に使っているとこまめな充電はプチストレスになりますが、30時間も連続で再生してくれるのであればストレスフリーですし、うっかり充電し忘れたとしても急速充電に対応したケーブルを使えば3分の充電で3時間再生することができます。使いたい時にさっと使えるのが本当に嬉しいポイントです。またこちらのヘッドホンが入っていたキャリングケース、こちらもすごく便利なんです。旅行に行く時とか、あとはヘッドホン使用していない時にこういう風にイヤホンを折りたたんで収納して、そして横のこちらのポケットのところには充電などのねケーブルを入れることができるので、それも一緒に入れてね、蓋をパコッと閉めるとこんな感じで結構薄くコンパクトになるんですね。これがねとっても気に入っています。はい、そんな感じでソニーの新しいヘッドホンWH-1000X-M6 の概要をざっと説明してきました。とにかくねこの
サンドピンクのカラーが可愛すぎるので、すでにヘッドホンを持っている方でも買い替える価値ありです。今週の動画ではこの新しいヘッドホンとともに過ごす日常の様子をお届けしていきますので、こちらのヘッドホン気になる方がいらっしゃったら概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは日常 Vlog スタートです。はい、準備して今から和菓子作り教室に行ってきたいと思います。去年から和菓子作りにハマって練り切りとかね、いろんなものを作ってきたかなと思うんですけど、それらは全部独学で本を買ってそのレシピ本の中から作ったり、あとは YouTube で調べたりとかしていろんなね和菓子を作ってきたんですけど、今年はねその独学も含めてプロの方に学ぶというか、そういうこともね積極的にしていきたいなと思っていて、で今日は1日体験ですね。2時間ぐらいの体験で練り切りを多分2種ぐらい作れる、その教室に行ってきたいと思います。楽しみ。これはね、おとなみという予約サービスの中で見つけて予約したんですけれども、なんかこういろんなね和菓子職人の先生の中から自分の好きなテイストの和菓子をね作られている方のところに行って学べるというやつです。そんな感じで今年は、自分の趣味である和菓子作りっていうのをよりこう深めていきたいなと思っていて、こういう単発の2時間ぐらいの和菓子作り教室にも行ったりしようかなと思うんですけど、年間で1年通して毎月毎月その教室に通うっていうのもやりたいなと思っていろいろ調べて通うことに決めました。はい、第1回目の講座は4月なんですけど、そこから1年間もちろん練り切りの作り方だったりとか、あんこの炊き方とか、季節の和菓子っていうものの基礎
を教えていただいて、かつ和菓子に対する、歴史だったりとか知識っていうのを同時に学べる、そういう教室に通います。でもうね、家を出なきゃいけないんですけど、一昨日すごい雪降ったんですよね、東京も、そして全国的に。で、昨日もすっごく寒くって凍えてたんですけど、今日はすごいあったかい、今日2月10日最高気温11度ですね。なのでちょっと薄着で出かけたいと思っています。はい。で、今日のコーディネートなんですけど、珍しくスカート履いたのでちょっと撮っていきたいと思います。まずトップスは新春セールで買ったヨービオトープのドルマントップスですね。ちょっとここら辺がタユってなってて、あとこの襟部分のね開き方もすごく絶妙で大人っぽく、そして抜け感のあるトップスですね。で、今日和菓子作るのでちょっと手元にねこう布があったりすると不衛生かなと思って、この袖の部分がねしっかりこう腕で止まってくれるので、ちょっとこういう感じで腕まくりして和菓子作れるかなと思ってこちらのトップスを着ました。で、下が C ニューヨークのチェックのスカートです。プリーツ多めで、左のねここの部分にベルトのアクセントがあって、これでウエストも調整できます。これイギリス旅行の時も着てたんですけど、チェックのねこういうプリーツのスカートなのに学生感が出にくく大人っぽく着れる、そんなスカートです。で、あとバッグは私のブランドのヒンクヌックのこちらのレザーバッグ持っていきます。で、あといろいろ教えてもらう上でちょっとメモとかね取りたいななんて思って、私のねいつも使っているこちらの日記帳のこの部分にねこうメモして帰ってこようかなと思います。このノートカバーも私のブランドヒンクヌックのもので、3月ぐらいに発売がされるかなと思います。で、あとはポーチでしょ。そしてカメラも入れます。ちょっといつもとは違う大人っぽいルックですね。もうここ最近は本当にデニムしか履いてなかったので、カジュアルですごくラフな格好ばかりしたんですけど、最近はちょっとねこういう感じでスカート取り入れてみたりとか、形の綺麗なトップスを着て大人っぽさを演出できるように頑張ったりとか、あとは最近こう髪型もねちょっと変えまして、今まではもうストレートで特に何もスタイリングせず、前髪重めパッツンみたいな感じで過ごしてたんですけど、最近はちょっと服の系統も大人っぽいものにシフトしつつあるので、前髪を伸ばしまして、ちょっとここら辺巻いてこうウェーブ作って、この下の方もねちょっと軽く巻いてます。はい、大人っぽ計画、今年頑張っていきたいなんて思ってます。それでは行ってきます。
こんばんは。夜ご飯食べ終わってで今からちょっと好きなアーティストのライブ映像みたいなのをパソコンで見ようと思うんですけど、それのお供的な感じでちょっとデザートをね作っていきたいと思います。和菓子の本にある白玉ぜんざい作ろうと思います。なぜならね今うちにこしあんがめっちゃ余ってて、でいちごもあるしあと白玉粉もあるので、それでちょっとプチデザートみたいなのを作っていきたいと思います。なんか今週の動画甘いものばっかり作っててちゃんとご飯食べてるのって、見てて思ってる方いらっしゃると思うんですけど、ちゃんと合間合間にご飯食べてます。今日はね夜ご飯に定食食べました。はい、お魚のね。なんかね最近動画でこう主食的な夜ご飯とか昼ご飯みたいなやつをねちょっと作る気力が湧かないんですよね。今年に入ってからちょっとなんか模索期みたいな感じで、これからまたなんか新しい風を自分のこの活動の中に吹かせたいなと思ってる時に、なんかこうバランスよく動画を撮れなくなってる自分がいるというか、なんて言ったらいいかわかんないんですけど、とにかく今はね自分の興味があることしか手をつけられないような、そんな感じでもね歩みを止めたくないなと思ってるので、こうやって自分の好きなものをより突き詰めることでバランスよくいろんなものが取れるようになっていくんじゃないかなと思って、リハビリみたいな感じですね。なのでちょっと和菓子をね作るシーンがね多くなってると思うんですけど、当分はねお付き合いいただけると嬉しいです。なんかこの感覚ってすごく自分が YouTube 始めた時に似てるなと思って、あの時と全く同じというわけではないんですけれども、新しい道を切り開く前の、もがきみたいなそういう期間なのかなと思ってて、なのでちょっとこう自分の中でモヤモヤすることもあるし、見通せてない未来みたいなものに不安になる瞬間があるんですけど、いつもね恥ずかしいから昔の YouTube ってあんまり自分で見ないんですけど、なんかちょっと覗いてみようと思って覗いて、5年前2020年の6月13日に投稿した動画「初夏仕込みをする私の一日 YouTube を始めて思うこと」7分ぐらいの動画を見返して、すごく
こっぱずかしい気持ちになりながらも、なんか今のね自分の気持ちとリンクするところがあって、その動画の内容は、その時ね全然 YouTube 誰にも見られてないし始めたばっかりだったので、自分が挑戦したことに対して結果が出なくてもがいてる時期だったんですけど、そういう時こそ手を動かし続けて自分の心をよどませないようにするっていう風なことを動画で言ってて、そのね動画の概要欄が結構自分の中で刺さったというか、その動画の概要欄に自分で書いた編集後記みたいなのあるんですけど、そこにね心を常にいい状態に保つのはとても難しいことです。今年に入って YouTube を始めて自分の可能性や新しい挑戦に対して過度の期待をしていました。でも現実はそう簡単にはうまくいきません。感覚型の私にとっては構成を考え組み立てる能力を必要とする動画作成はとても大きい壁です。初めてのことが多く不慣れで、撮影中ケーキ生地にカメラをどっぷりつけてしまうという失敗もありました。結果が出るかわからない時の時間は泥沼の中で歩いているように感じます。思うように歩けずくじけてしまいそうになります。そういう時いつもどうしていたかなと考えてみたところ、手を動かすという言葉が浮かびました。心もとないものでも先が見えなくても手を動かす、作業の手を止めない、そうすることでいつの間にか望んでいた景色が見えることがあります。初夏の旬の食材、そして手作りのピザ、その動作とともに手を動かすことで心や状況が変わっていくことについて話しますということで、すごくね今の自分が感じていることに近いことを2020年の6月の私も感じていたみたいで、自分の気持ちというのは回り回るんですね流行っていうのもこう回り回ってやってくるっていうような感じで、自分の気持ちだったりモチベーションっていうのはこう数年ごとにこうやってぐるぐるなっていくんだなって思いました。それと同時にね、やっぱり今こうやってとにかく今自分が一番興味があること、それだったら動けるしやめないでいられるし動画も楽しく撮れるっていう、こういうね和菓子作りだったりとか、そういうところに一旦フィーチャーして進んでいっていいんだなってちょっとホッともしましたね。そういえば YouTube の初期の頃も白玉作って抹茶パフェとか作ってて、それもすごい懐かしいなと思いましたね。めちゃくちゃ恥ずかしいけど昔の動画よかったらね見てみてください。今とは全く違ったスタイルだなと思うかもしれないんですけど、私のなんか考えてることとか芯の部分っていうのは変わってないんだなっていうのをなんとなく感じていただけるんじゃないかなと思います。自分もね昔の動画見て全然自分の根本的なところ、芯みたいなところは変わってないなと思って、それも嬉しかったポイントでした。変わるところと変わらないところ、そのどっちもね大事にしながら進んでいきたいと思います。始まりました。最近インドラジオ第56回、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。このラジオは私がこのうちにアトリエを持って私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けするそんなラジオになっています。先週はチョコレートワングランプリをしましたね。はい、あの後みんなチョコ買いに行って昨日ね東京駅に行ったんだけど、東京駅行ったらやっぱ今催事されてて、なんかダンデライオンとか、いろいろあったよ。なるほどね。シルスマリアとか、そうだから多分そういうのでみんなあって思って買ってくれて、それを食べましたっていうストーリーをたくさん上げてくれてありがとうございました。どれも美味しかったよね。すごい楽しいグランプリをね開催できたかなと思うんですけど、先週のラジオで話せなかった岩手日帰り旅
ほう。をちょっと冒頭に振り返っていきたいかなと思います、はい。日帰りの岩手旅どうでしたか？美味しかった。美味しかったよね、確かに、うんなんか観光という観光は、うん当日雪がうんうんちょっと積もってたっていうのもあって、うん本当に遠方に行ったら龍泉洞とか、はい小岩のあはいはい牧場農場はいはいがあったりとか、本当はもうちょっと選択肢があったんですけど、うんうんまあちょっと冬季ということでね、そうだねうん、牧場行っても何もできないよねということで、うんまあ行ける範囲でねう行ったんですけど、本当予想以上にご飯が美味しくて、んねなんか満足感がえうんすごかった。すごかったね、いや本当にあの後友達に会ってね、あのカルビスープラーメン絶対美味しかったでしょ。食べたいんだけどあれやばいよね。なんか映像で見るそうと美女がいいよね。ビジュがやばかったよね。俺岩手の動画あんま見返したくないよ。わかる。そうお腹空いちゃうかわからるあれ見ると。お腹空いたのにすぐに食べに行けないからさ、そうもどかしくてそうさ、あれなかなかお腹いっぱいの時じゃないとね見れないよね。今はね、今まだ多分雪が降ってるから、うんちょっと落ち着いた春先とかの旅行にはいはい。ぜひね皆さん行ってみてほしいなと思います。いや本当そうだね。なんかね、うんその日帰りにうんすごい魅力を感じてんの。わかる。それは泊まったらね、うんそれは全国各地に素敵なお宿もあるでしょう。そうそう。そこをね、あえてその一日をみちみちにすんの。前さ、そのマウナケアの山頂ツアーの時に帰って朝ごはん間に合うか考えちゃうみたいなさでもそういう人にはすごくいいんだよね。ああなるほどね。逆に楽なんだ。そう間に合うかなじゃなくて、間に合わせないといけないっていうじっくり深く見るっていうよりは、ギュッと。そうギュッとうんチロチロっと見ていくみたいなはいはい。なるほどね。感じで日本全国を深掘りじゃなくてちょっと舐めるみたいなペロンみたいな。そう表面のいっちゃ美味しいとこだけ味わうみたいなはいはい。ことがなんか結構面白いなと思ってて、うんうんうん。その確かにじっくり2泊とかしちゃうもんね。そうそう逆に言うと日帰りで行きやすいところはいはい。が次の候補になるんだよね。でも北行ってやっぱ雪がさうんあるから、うん今度はちょっとそうね西日本の方にうん。行こうかな。私はさ阿波踊り見に行きたい。徳島だっけ？おうおうSNS 見てたらうん最近阿波踊りがすごいなんかなぜかおすすめされてきてうん日本のその祭り踊りのあなんかねぶたとかーうんうん阿波踊りとかそういうのさ見たことないじゃん生で、うんなんかそういうの行ってみたいな。今年国内深掘りではなくね、なんかいい名前が欲しいよね。できるだけ日帰りで行くっていうことですね、そんなところであなた誕生日だったじゃないですか。うんはいコウヨトリのはい和菓子作ってほしいってはい言ってましたよね。はいはいできた。はい。おーすごいや。おーやっぱ今立春なんで、はい桜餅かなと思って、1個はノーマルの桜餅、1個はコウヨトリ。なんかさこれなんかニット帽じゃなくてなんかシャンプーハットみたいになってる。そうすごいね。はい。どんどんクオリティが上がってって。はい、昨日和菓子教室に行ってすっごい勉強になってそれによるはいこれです。確かはい。に。うん。とうまい。うんすごいね。うまい。いや美味しいですね。よかった。ちょっと春を感じられました。はい。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。じゃあ、今週もコウヨトリさんから寄せられたお手紙読んでいきたいと思います。はい。岩手県在住30代コウヨトリネームホキさんからのお手紙です。はじめまして、岩手県に来てくださりありがとうございます。またぜひ遊びに来てください。私は6月末から9泊でフィンランドへ新婚旅行に行く予定です。私は10年ぶりの海外旅行で、夫は今回が初めての海外です。今回の旅行先ももともとは私がフィンランドに強く憧れていて、私の行きたいところに合わせるよという形で夫が決めてくれました。夫も旅行自体は楽しみにしてくれているのですが、正直なところフィンランド自体に強い興味があるわけではなく、あまり自分から調べるタイプでもありません。それも分かってるし、無理に求めるつもりはないのですが、気づけば私一人で情報収集や計画を進め、少し切羽詰まった状態になってしまっています。もともと私は面倒くさがりな一方で、心配性で完璧主義なところがあり、憧れのフィンランドで後悔は絶対したくないという気持ちから、かなり早い段階から準備を始めました。
せっかく穏やかでのんびりしたフィンランドに行くのだからゆっくり過ごしたい気持ちもあります。でも一方でせっかく行くなら後悔したくないという思いも強く、この気持ちの間で私自身が揺れています。また準備を進める中で私ばかりが先走ってしまい、夫が取り残されたような気持ちになっていないかも少し気になっています。夫に無理をさせず、でも楽しみに一緒に迎えるようにするにはどんな関わり方や声かけを意識するといいでしょうか。ミクさんと先生ならこういう時はどう感情だったりとか気持ちを整理されますかということです。なんかあるあるな感じがするねこれはね。これあるあるだよね。なんかもう目に浮かぶわ。自分だけが楽しみすぎているのではないか、夫の気持ちが置いてけぼりなんじゃないのであろうか、一緒に楽しみだねって温度上げていきたかったなっていう、うちでも結構あるよねこれ。まあ、確かにフィンランドって俺も最初聞いた時は、そうだよね、フィンランドみたいな大体私が見つけてくるもんね。あとのフィンランドを題材にしたような作品とかも、まあ、ちょっと女性のファンが多いような作品がなんか多かったりとか、なかなか男性でフィンランドっていうと、まあサウナとかって言われても、まあ、日本にもあるしなみたいなまあところはまあなくはないかなと思うし、なんか旦那さんの気持ちもすげえわかる。ましてやね、海外旅行の経験がないんだったらなんかどうせなら行きたいところ行こうよって、そうだね、って優先してくれる気持ちもすげえわかる。ただなんかこのホキさんのなんか言い方を聞くに、なんか怒られそうだなってもうねちょっと不安がね。そうだ当日とかでしょ。そう当日ちょっとでもなんか反応がリアクションやばいとみたいな、私一生懸命考えてあなた何も行きたいところ言わなかったのになんで今更そんなつまんなそうにしてんのって怒られそうって思っちゃうから、計画通りに全てうまくいったらいいよ。ホキさんが行きたいって行く予定だったところが、例えばクローズしてたとか、臨時休業とか、ね、そうやばいってなった時に、旦那さんがボソッと、調べとけよって一言言った瞬間もうパチーンっていうことが、大いにしてあり得る。これはホキさん夫婦だけじゃなくてもう全ての旅行する夫婦なのかな。夫婦じゃなくてもあり得るのこれ。友達同士でも、あり得るね、私が行きたいところ行くって言ったじゃん行く前にこれでこう言ってこう言ってこう言ってこう行こうねって伝えて、いいんじゃないって言ってたよねって、なんで蓋開けたらなんか楽しくなさそうなのみたいな気持ち作ってこいよっていうまあね、これどうなんですか。これと旦那さんからしたらちょっとそうね、まあいろんな旦那さんのパターンがあるから、まあ一概には言えない、まあ一サンプルとしてね、聞いてほしいのは、自分で行きたいって思うんだったら、最後まで、自分一人でも楽しむ気概でいてほしいそれめっちゃよく言われるんだけど、今この人が言いたいことをちょっと、私の経験のもとに分かりやすく話すと、なんかどこどこ行こうみたいな、行った時に意外と期待値よりも実物がなんかちょっと低かった時に、なぜかこちらもテンションが下がるわけね、こうやってあれなんか違ったのみたいな。そのテンションが低いとこの人がついてきたのに、なんで本人がテンション低いねんってなって私もだってそうだとは思わなかったからみたいな感じでなんか喧嘩が起こる可能性があるから、確かに主に旅程を作った側のメンタルコントロールはすごい大事かもしれない。そうね、新婚旅行で2人が同じモチベーションで行けることが確かにベストだと思う、ね、でもこれはもうちょっと人生を俯瞰してみると、あくまで一つの旅行なんですよ。そうだよね。新婚旅行ということで、確かにこの1週間ぐらい、企業勤めの方だったらそんな長くね、取れるのは本当この時だけだから、本当一生に1回っていう気持ちももちろんあっていい、けどもうちょっと長い目で見るとあくまで一つの旅行であって、そこでもう人生の全てをかけてね楽しまないといけない旅行っていうガチガチにねルートを決めるっていうよりは、もう少しダメだったらまた来れるように頑張ろうよとか、あまりにもその理想を詰め込みすぎない方がいいのかなと思う。旅行っていうのは当たり前のようにトラブルが起こるし、僕らも
もう何度も何度もね海外旅行行ってるけど、それでもうんトラブルは起こるしミスもするし、うんあなたのためを思ってうんここに来たのに、なんで楽しんでくれないのみたいなことだってありえるわけ、でこっちは真剣に予定組んでるから、自分ばっかりじゃダメだと思ってそう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 相手が好きそうなそう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 趣味とかを絡めたところにそう頑張って頑張って一緒に行ったのに、うんなんかいや俺これはあんま好きじゃないそうとか言っていうことはめちゃめちゃありえると思うよ、楽しみでしょうがないがゆえにいろんな心配事ができちゃってて、旅行をもう最高の旅行に仕上げなきゃってもうガチガチになっちゃってるから、それはすごくわかるんだけど、でも私はね、こう何回も旅してきて大体が私が行きたいところに、一緒に行ってくれるじゃん。まあ、動画で撮る場合はね。そう、だから最近はねそんなガチガチにねスケジュール決めない、行きたいところだけを Google マップとかで全部ピンをしとくんだけど、正直行きの飛行機とかで考えてるでも一番そのオーロラを見に行くとか絶対やりたいことだけは日程を決めるんだけど、何する次まあ近くにあれあるからここ行こうかみたいな、っていうその場で2人でクリエイトしていく方が熱量による喧嘩がない、そうね。そうこのパターンの旦那さんは俺にちょっと似てる可能性があるから似てるよねってなると行ったら行ったで多分楽しんでくれる人だと思うよ。わかるわかる、だからあと、うもし旦那さんがちょっとでも、あとまだ4ヶ月ぐらいあるから、そうだね、ここ行ってみたいかもっていう発言があったとする、でそこに一緒に行くじゃん、時に旦那さんよりも楽しんでくださいでも分からんでもないでしょ。で私のイギリスのサッカー観戦を、そう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 みたいなやるとかね。そうそれが真実だろうと、フェイクだろうと良かったなって思うだろうし、そうだね、また別のところでも、なんだろう、次旅行行く時には自分もなんか自発的に、じゃあ次俺ここ行ってみたいんだけどっていう言葉が出てくると思う。なるほどね。そうこれ乗せてあげることによって、ね、そうでそれは新婚旅行とか、っていうことじゃなくて多分ここからの誰かと暮らすっていう人生においてすごく必要な能力だと思う。確かにそうだね。ついてきてくれるっていうこともそういう乗せてくれてるってことだし、じゃあついてきてもらってる身はそういう旦那さんが一個でも何かしたいってことをポロって言ったら、もうそれをうえいってこうみこしに乗せてあげて担ぎ上げるっていう、っていうのはまあ親しき中にも礼儀ありじゃないけど夫婦の中にも、まあ、そういうちょっとキャーみたいなのはしてたでしょ、お付き合いしてる当初はそうだよねやれるよな。そう確かに、っていうことだと思う。どんどん慣れ合いになっちゃうからね。そう初めてね2人でフィンランド行った時に、あなたがやりたいことなんてほぼ一個も言ってこなかったけど、なんだかんだ行ってみたら犬ぞりとかすごい楽しんでたもんね。フィンランドは確かにその表立ってね男性が好きそうなコンテンツが溢れた国では確かにない気もする、でもやっぱ自然のでかさとか、環境が日本と全く違うから、行くだけで結構、おーって、多分旦那さんもなってくれるくらい、フィンランドはすごいいい場所なんだと思う、だから、そこまでなんかガチガチにしなくていいなと思うし、お互いが楽しめるものを、まあ1個2個ね、選択肢として持っていくのは大事かなと思うね。そうだね。いやぜひ楽しんでください。これ人生に一度だと思わないでまた来ようよって旦那さんからこう最後言わせるぐらいのなんか気楽さと、いやまずこの旅行自体を楽しもうっていう、そうあれしなきゃこれしなきゃじゃなくてっていうことよね。何をするかじゃない。そうだね、誰とここに来れたのかっていうことをもう一度ね、考えて思い出してほしい。付き合いたての初々しい気持ちをね。そうだよね。初めてのデートの時はそんな風に思ってなかったよねってことだよね。っていうことですよ。はい、素敵な新婚旅行になるように祈っております。喧嘩だけはやめてください。喧嘩だけは気をつけましょう。では次行きたいと思います。こよとりネームサングリエさんからのお手紙です。今回は親をテーマに語る会をご提案させていただきます。最近自分の親に読んで欲しかった本を読み、親になるということ、子供側目線の感情について考えさせられました。ミックさんと先生は親から受けた影響いいこと悪いこと両方、大人になった今の親との関係構築について何か思うことはありますか？
お二人とも地元を離れられているので、ずっと地元にいる自分と違った価値観があるのではと思いました。差し支えのない範囲で親子についての討論をお聞かせください。本のタイトルなんて言った自分の親に読んでほしかった本ってすごいビジネスタイトルやるこれすごいねもう一通ね、親についての手紙あって、これも一気に読んじゃった方がいいかな。こちらは、関西在住アラサー小夜鳥ネームお腹パンパン子ちゃんです。これはね、あなたが2週間前ぐらいになんか自分の幸福は何十%が環境みたいな。50% が遺伝で、10% が環境で、40% が自分で決めれることって言ってね。それがね、とても心に響いたのでコメントさせていただいています。自分は今結婚はしてなくて、仕事はそれなりに頑張っています。現在実家暮らしなので、母の決めたルールに沿って生活しています。昔からそれが普通になっていますが、最近自分の生き方を否定されたようなことがあり、一人暮らしを検討しています。長女というせいもありますが、親が喜ぶように生きてきて、最近苦しく思うことも多くなってきました。親しい友人からも、親のために生きてるとかどうでもよくないと言われました。なので無事に新生活が開始されることを応援していただけると嬉しいです。ミクさんや先生は家族との関わりでモヤモヤしたことなどありますかということで、家族のなんかお手紙がこう連続できたので、確かにその親とのことについて話したことないなと思って、ただこのラジオ親見てるんですよね、私たちの今いっちゃんヒヤヒヤしてるのも俺らの親やでそれだらだらで、最初何だったっけ。親から受けた影響、いいこと悪いこと両方だって。どうまあいいことは、自分で決めさせてくれたことかな。なるほど、とにかく、親からこれしなさい、あれしなさいとか、って言われたことは多分一回もない。それは親としての考えがあったのかどうかは知らんけど、やりたいと思ったことを、やらせてもらってたと思うし、じゃあ勉強しなさいとか言われたことないんだ。ないと思うね。だから、そういういわゆる親から敷かれたレールみたいなものがなかったことが、良かったことであり、悪かったことは、そのせいでレールの走り方がわからなくなってるここ走りなさいって社会に出て言われたら、きっつって思う今まで言われたことなかったからね。どうですか。私は逆にレールをしっかり引かれたというわけではないけど、なんか薄く引いといてくれて、それになんか私が誘われて親のそのレールに乗ってたことで、これまでの人生ものすごい挫折とかそういうのがなく、割とうまくいってきた人生を送れたなっていうところはいい影響かなと思うんだけど、逆に私はレールに乗ってたから、あなたみたいな人に会うと、そのレールからヒョンって外れた生き方をしてきた人を見ると、嘘、私も行っちゃおうヒョンみたいな感じで、すごいものすごい脱線しちゃう確かにその節はあるかも、そういう人見るとめっちゃかっこいいと思ってちょっと今行っちゃおうピョーンみたいな感じでもうピョーンって俺そんな外れてはないから確かにあなたは一個の夢に向かってずっとね、やってきて掴んだ人だから、確かにそれは思い続けれたからよかったんだろうけど、それ達成した後に、じゃあそのレールがなくなりましたってなった時に突拍子もない行動を取ってしまうみたいな。そうそれはもう親のせいじゃないしでもさ、これさ、本のタイトルさすごくない？自分の親に読んでほしかった本。これを自分の子供が読んでると思ったらすごいちょっと泣いちゃうかもしれない。俺1週間ぐらい同期しちゃうこれやっぱほら今毒親とかがさ、そういうワードがちょっと流行るとかじゃないけど、ちょっとなんか象徴的なワードになったりしてるから、こういう本ができてるんじゃない？やっぱり大人になった今の親との関係構築どうだろうね。私は姉妹で姉がいて、姉はお母さんとすごくコミュニケーション取るタイプ、私は本当に取らないタイプでコミュニケーション取ってこないから、逆にそれがすごく楽というか、俺は物理的に離れてるので、そうだね、それがすごくいいことなのか悪いことなのか分かんないけど、その物理的に離れてる分密接に何かを接するみたいなことはないかな、そういった意味でトラブルもないし、そうね、近すぎて喧嘩とかないね、もないしね、最近はやっぱり大人になったので、親が喜びそうなものを例えば送ったり
とか、私の持ってるものでこれすごい可愛かったんだよねって言われたらそれをプレゼントしたりとか、そういうことができるようになったので、すごく嬉しそう。あと旅行連れてったりとか。まあ俺もそうだけど、あなたの親さ毎週さ私生活をさYouTube で公開してるじゃん。そうだからもう最近何してるかも知ってるし、どういう心境かも知ってるし、それはね多分俺もここに出だしてはあると思う。そうだよね。だから余計な連絡が来ない。そうこれすごいいいよ。親へのビデオレターみたいな感じ、元気にやってるよみたいなの、どこどこ行ったとかね。そうだってさ今更さ、例えば動画見てさ岩手どうだったって来ないじゃん。だって動画ないって言ってるから。実家から出て一人暮らしをして新生活頑張りたいので応援してくださいだって、先生とミクさんは家族との関わりでモヤモヤしたことなどありますかって、それでさっき言ったみたいに私も高校卒業したら上京したので、もう高校以降からほとんど親と離れて暮らしてるので、そういう意味ではモヤモヤみたいなの、いざこざみたいなのはある。この方は実家に暮らしてるってことだよね。それ近ければいろんな、だと思うよ。モヤモヤ思うことあるよね。物理的に離れると心理的な距離ももちろん離れるから、そのモヤモヤすることがないと思う。だからすごくいいと思う。やっぱ一回そうやっていろいろ思うことがあるならやっぱ出た方がいい。したらまた新たな関係性になって、多分ねそれぞれに心地よい距離があると思うんですよ。いくら親とはいえね。そう、これは別に親だからとかじゃなくて、友人とか、恋人もそうだろうし、夫婦もね、もしかしたらそうかもしれないけど、血縁があるからでずっと一緒にいなきゃいけないっていうわけでもないもんね。どこかでつながるように家族ができてるんで、そういう離れたいと思って離れれるんだったら、離れていいんじゃないですか。そうです、新生活楽しんでください。あと最後じゃあもう一つだけ読んで終わりにしたいと思います。埼玉県在住30代コウヨトリネームグミの木さんからのお手紙です。ミクさん先生こんにちは。初めてコメントさせていただきます。私は自分が好きだなと思えることやそのための時間の過ごし方がよくわかりません。学生時代や若い頃に一生懸命打ち込んだものはありますが、それは人に認められたり誰かからすごいと思われるためにやってきたのであって、本当に好きでやっていたのかがよくわからないのです。息切れしてしまい、やってきたことを全うできなかった後悔もあります。何かができる自信もないし、好きと言えるものもよくわからない私は何者にもなれなかった気がします。これからは人の評価なんて気にしないで、ミクさんや先生のように好きなものを好きと言えるようになりたいし、自信を持ちたいのです。ミクさんや先生は人からどう思われるか気になりますかということです。人からどう思われるかを気にして生きてきたので好きなものがないのですという話。でも私これ読んだ時にさ、幸せな人生だなって思ったというかさ、このグミの木さん、人からすごいとか人に認められたりとかっていうその部活とかさ、そういうので一生懸命取り組んできたものって多分周りにそう信頼される仲間がいたりとか、そういう人たちがいて、その中でグミの木さんはうまくその人たちとコミュニケーションを取りながら切磋琢磨してやってきたと思うのね。かたや私は MBTI の話にあったようにさ、人とコミュニケーションを取るのがうまくなかったから、必然的に一匹狼という自分のキャラクターを作ることによって人とできるだけ近寄らないようにして生きてきて、だからこそ一人で遊ぶしかなかった、一人で何かをするしかなかったから、これが私の好きなものって最初は思い込むようにやって、いずれそれが自然に好きなものになったんだよね。こちらの側の人間からするとすごくいい学生生活を送ってきたんじゃない、いいなって思う。むしろね、別にその人のからの評価なんて気にしないで私は我が道を行くっていうことだけがかっこいいとは私は別に思わないっていうか、でも私も人からどう思われるか気にしながらも気にしないっていう盾を作って生きてきたのよ。盾を持って生きてるだけで、全然後ろの人は後ろの方、生身の私は人のことを気にしてる。普通に人のこと気にしてるし、人からすごいと思われたいし、人から認めてもらいたいから自分の得意なものしかアップしてないし、別に、できるだけそういう自分の得意なものしか発信してない。そんなもんじゃない？ちょっとこのグミの木さんの文章を読む限り勝手にね、単純にちょっと今
そのメンタル的にしんどいだけなんじゃないのかなって印象を全体的に受ける。なんか俺さ、多分インスタかな、のねコメントに周りの目ばっかりを気にして生きてきたんですけど、今年の私の目標は自分に優しく他人に厳しく、決して他人にね攻撃性を持ってやることじゃなくて、それくらいまず自分を大切にしようと思いますってコメントを来て、なんか面白いなと思って、普通逆や自分に厳しく他人に優しくっていうのが確かになんか美徳としてはあるのかもしれないけど、自分が幸せだから自分以外の人を助けてあげようって優しくなれるわけや。そうね。そうだから自分に優しく他人に厳しく生きていくっていうのはちょっと心のどっかで持ってもいい感情なのかなっては俺も思ったし、なんだろう、今は違うけど、かつて俺もそういうことを考えてきた時もあったから、すごい納得感があるし、この今のグミの木さんにも当てはまるなって思うんだよね。でもう一個その好きなこととか得意なことを見つけるために一個すごいなんか有効だなって思ったことがあって、それはなんか自分が誰かがやってることに対して、なんでもっとこうしないんだよって、言い方を悪く言うとムカつくとか、じゃあ私が和菓子を作ってて全然こいつ下手くそみたいな、下手くそなのに動画にアップして、なんかけしからんみたいなって思う人がいるとするやん。でその人は多分和菓子作りが得意なんよ。なるほどね。なんでこんなこともできないのって思うことってさ、生きてたらあるやん。なんでこんなこともできないのって思うってことは、自分はもっと上でできるっていうことを自認してるわけよ。だからなんでこんな簡単な和菓子もできないの、上手にできないのって思ったら、その人はきっと和菓子作りをやるべきない。なるほどね。だってその人よりもうまくできるんだから、人よりも得意なことないっていう変換をすると。なるほどね。そうだからアンチ的目線は実は得意なものだったって、好きなものだった。でも本当そうかも。そうじゃん。だから実はその人はこういう細かいものを作るモチベーションもあるし、多分できる体験を過去にやったことがある、好きなんだ。だからそれをやればいい。確かに自分に優しく他人に厳しくします、だけ他人をなんでこいつこんなもんできねえんだって言っちゃダメよ。言っちゃダメやけど心の中で思っとく、でそれをちょっとやってみる。その発想はなかった。でこれはメンタル弱ってる時にこそ、そうだね、そのセンサーがわかる元気な時ってさ、みんなさすごいすごいって思っちゃうじゃん。でもひねくれてくそ私なんてなんで報われないんだってちょっと車に構えてる時って、なんでこの人掃除こんな下手くそなの、全然隅っこの方老けてないって思ったら、その人はそこまで目を配れる能力を持ってる。なるほどね。他人にイラってしたり、ちょっとって思ったことは、自分が得意なことなのかもしれないっていう、得意とか好きってことね。そうっていう視点で見ていくと、なんかありがとう教えてくれてって思っちゃうわけ。もう最初にこいつって思ってた人に対しても、最終的には、お前ありがとうなって感じになるってことね。お前が下手くそなおかげで私が輝くわって言っちゃダメよこれも。本当に言っちゃダメ。でもモチベーション的にはね。そうだね。だからまずは自分に優しく他人に厳しくすごい生きていくよということは、一つ覚えてもらってもいいのかなって。確かにそれが結局グミの木さんがこの自信を持ちたいのですっていうところにもつながるかもね。俺ねメンタルがやれた時の、もう脱出方法ってマジで1個しかないと思ってて、フィジカルに負荷をかけることない。いやこれ本当そうだよ。チャクティ寝た時さ、その日一日あったことさ、痛すぎて忘れるよ。わかるやろ。チャクティ寝てる時も何も考えられない。痛すぎて。たら忘れて寝ちゃうわけや。確かにね。じゃあもう何もさアンチ的目線が見つからない場合は、一旦その体に負荷をかける、なんかそういう体を鍛えるとか、そういう体系のものに一旦入るとメンタルが回復していくってこと。かなと。でもそれを言おうと思ったけど、ちょっとなんか文面がちょっともっとメンタルが弱ってらっしゃる感じに勝手に解釈しちゃったから、だったら自分に優しく他人に厳しくして見つけていくってことね。その視点はなかったので、そのコメント主さんに感謝だし、
ぜひちょっと取り入れてみてください、グミの木さん。こんなところでいいでしょうか。はい、ということで今週の最近どよラジオは以上です。引き続き皆さんから私たちへの質問、お悩み相談、トークテーマを募集しています。この動画のコメント欄にコヨトリネームとどこどこ在住、年齢を書いてお手紙いただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。